2021年度世界のベストレストラン50。続いては第10位です。10位のお店はですね、香港にあるザ・チェアマンです。こちらのお店はハイエストクライムアワード、つまり、前の年度、2年前になるんですけども、50位以内に入っていたお店の中で一番ジャンプアップしたお店というふうに、定義されるかと思います。このチェアマンはですね、アジアのベストレストラン50、直近の年度でも、第1位になってまして、中国、香港を含むですね、中国における新しい一つの、料理界の流れができつつあるんではないかなというふうに思っています。それはどういうことかというと、このザ・チェアマンが提供する料理というのは、いわゆる中華料理、中国料理なんですね。で、中国料理というと、伝統的なものはどちらかというとレシピがある程度決まっていて、その決まったレシピの枠組みの中でいかに完成度を高めるかという競争が激しいというふうに理解しています。つまりもうある程度、この料理というものが決まっている中で、この料理を食べるんだったら A、B、C、D いろんなお店の中でどこに行くかと。で、それぞれのお店がその完成度の高さを競っているというのが一番ありがちな典型的なパターンかと思うんですね。で、それに対してもちろんそこに西洋の料理の要素を入れたりとかして全く違う創作をするということをやってるお店もあります。特に香港には多いですね。でもチェアマンが素晴らしいのはそのどちらでもなくて、その伝統料理の枠組みをしっかりと維持しつつもそこに新しい要素をうまく加えていってると。ただその新しい要素というのがどっか海外から持ってきた、外国から持ってきたものではなくて、その中国の料理の伝統の中にあるものをうまく使ったりとか、あとはその食材の質にこだわって食材をよりシンプルに活かす形で、でも中華料理の枠の中、中国料理の枠の中でそれを行ったりということをやっていると。でそれに成功しているというのがチェアマンの素晴らしいところだと思います。本当に次の世代の中国料理っていうのはこうあるべきじゃないかなと思えるような一つの模範例というんですかね。あり方っていうのを示してるんじゃないかなというふうに考えています。私も何度か現地、香港にも伺ってるんですけども、中国料理というとですね、やはりその肉だったり、特に香港とかって魚介のイメージが強いと思うんですけども、このチェアマンは野菜も含めすごくこだわってるんですね。で、お店からそれほど距離が遠くないところで、育てた野菜とか、食材を仕入れてるだけなんですけども、ここの食材のこだわりという意味でもですね、素晴らしいなというふうに思っています。どちらかというと中華料理って、本当に味付けの文化が素晴らしいじゃないですか。いろいろ調理して美味しくすると。で、その調理して美味しくするところはそのままに食材自体の質、安全性にもこだわっていると。これは一つ新しい方向性ではないかなというふうに思っています。なので中国料理の一つの進化系という意味でも、このお店が持つ意義というのは非常に大きいというふうに考えています。続いては、9位のプホルですね。こちらのお店はですね、メキシコを代表するレストランというふうに言っても過言ではないかと思います。メキシコの料理っていうのは非常に伝統も歴史もあって、独自性が強いんですけども、そのメキシコ料理というのをですね、単純にそのストリートフードとかカジュアルな料理だけではなくてファインダイニングに昇華させて世界に発信したという意味では本当に先駆者ではないかなというふうに思っています。私が初めてこのプホルを訪れたのは多分十数年前ですね。で、まだその頃はですね、すごく丁寧で美しい、西洋料理の要素の強いメキシコ料理というかですね、メキシコ料理というよりはだからメキシコの要素を取り入れた西洋料理っていうイメージでした。それがどんどんこの十数年の間にメキシコという要素へのこだわりが強くなって、現在に至ると。本当にメキシコにしかない食材だったりとか、料理文化というのをファインダイニングにうまく昇華させていると。メキシコ料理といえば当然タコスが世界的に有名なんですけども、このタコスでテイスティングメニューを行ったりしているそうなんですね。で、実は私去年行こうと思ったんですけども、もう予約もしてですね、メキシコシティに。プホルも予約して、宿も予約してってなったら、行く予定の3日前に、そのコロナの影響でですね、レストランが全面営業停止になっちゃって、急に行けなくなったというような事件がありまして、で、このタコスのテイスティングメニュー僕は食べれてないんですね。なので、ぜひちょっと落ち着いたらですね、改めて訪問して、このタコスの方っていうのも試してみたいというふうに
思っています。第8位は、オデットです。オデットはですね、シンガポールを代表するフランス料理のレストランで、こちらもですね、直近の年度でミシュランの三つ星を獲得しているということで、非常に世界的にも高い評価を受けているレストランです。オデットはですね、もちろん、そのアジアを中心とした周辺のですね、料理の要素だったりとか、食材っていうのも若干取り入れてはいるんですけども、基本はやはりそのフランス料理というところをきっちり突き詰めているレストランなのかなというふうに思います。で、アジアでフランス料理、フランスだけじゃなくてイタリア料理でもいいんですけども、といった場合に日本人の方はですね、あんまりイメージが湧かないかもしれませんけども、かなりレベルの高い店って何軒もあるんですね。で、この一つの理由は、例えばシンガポールとか香港っていうのは、土地がそんな広くないんでですね、農業があまりないんですよね。そうすると、農産物の輸入にかかる制限っていうのがほぼないに等しいんです。なので、現地と同様、同クオリティのいい食材が手に入りやすい。しかもそこに関税とかいろんなものが乗っかってこないので、値段的にも、これじゃ使えないっていう金額にならないっていうところで、現地とそんなに遜色ない料理を楽しむことができるというのが、特に香港だったりとかシンガポールだったりの西洋料理なのではないかなというふうに思っています。なので日本だとやっぱりそのいろんな税金の問題とかがあって、特に何ですかね、チーズ類とかですかね、どうしてもですね、母国と同じような形で食べれるということはないんですけども、シンガポールだと、そのヨーロッパの食材がそんなに時差なく入ってくるというところでですね、西洋料理をきっちりやる地元の食材っていうところを抜きにして考えるとですね、下手したら日本より環境的には恵まれてるんじゃないかなというぐらいにいい西洋の食材がシンガポールでは揃うと。それをですね、しっかり活かしつつもシンガポールを含めたアジアの要素も若干取り入れていると。で、食べてみると本当に完成度の高い料理です。やはりアジアにおいて、こういう西洋料理の、名店っていうのがですね、日本も含め、何店舗かありますけども、こういうお店が、世界のランキングにも入ってくるような時代になったんだなっていうところで非常に感慨深いお店だと思っています。第6位は、スウェーデン・ストックホルムのフランツェンです。フランツェンもですね、ミシュランの三つ星を獲得している名店でして、で、世界のベストレストランでも6位と、名実ともに世界を代表するお店なんですけども、私が最初に訪れた時っていうのは、以前のロケーションにありまして、比較的こじんまりとしたお店だったんですね。で、それが2016年、17年ですかね、に移転して、で、スペースもある程度広くなって、で、そのレセプションだったりとか、あとは、ラウンジエリアですね、最後デザート楽しんだりとかっていうところも含めて、かなり、その箱としても充実したレストランになりました。フランツェンはですね、本当に完成度の高い料理を提供するレストランです。食材をですね、まず最初に、バーッと見せてくれるんですけども、いわゆる北欧の食材だけじゃなくてですね、ヨーロッパ中だったりとか、あとは日本からも、和牛ですね、を仕入れたりとかして、例えばスウェーデンだと、北欧にあるのでニューノルディックっていう言い方したりしますけども、ニューノルディックっていう枠組みではフランツェンではなくて、世界中のいい食材を、使っているお店というふうに、言えるのかなというふうに思っています。で、そしてそれを非常に、技術レベルの高い形で調理しているというお店かと思います。そういう意味ではですね、本当に、地元の食材を使うというのも当然その一つのレストランの個性として素晴らしいことなんですけども、世界中からいい食材を集めると。で、これはこれで簡単なことではないんですね。というのは世界中からいい食材を集めて料理しますってなると、競争相手は世界中のお店になっちゃうんです。それがニューヨークにあろうと、東京にあろうと、ストックホルムにあろうと、世界中のいい食材を集めて料理しますってなっちゃうと、直接競合する形になるんですよね。で、その中でも、やはり完成度の高さというところで抜きに出ているというのが、このフランツェンというお店ではないかなというふうに思っています。で、個々の料理人のレベルも非常に高くてですね、例えばシンガポールにゼンっていう支店を出してるんですけども、こちらも直近の年度でミシュラン三つ星を獲得するという高評価を得てまして、そういう意味ではですね、やはりその組織力という意味でも本当に優れたレストランではないかなというふうに思っています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。